おはようございます。たかしです。本日は5月31日金曜日、ただいま8時3分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在ポンド円は直近ではダブルトップ、冷やしのダブルトップですね、が意識されて今下落に入ってきております。昨日も強めに下落してきましたね。ただ昨日ローソク足としては半分下髭になっておりますので、やはり下がったところは買われやすいというところですね。ただストキャスティクス高値圏からデッドクロス、マックディもデッドクロスしてきておりますので、基本は上値が重くなってくると考えますので、もうちょっと下落方向に動くのかなというふうにも見えます。まずは昨日の安値を下回ってくるかどうかっていうところに注目ですね。昨日安値を下回ってくるともう少し下落していく、198円ぐらいまでは下落してくるのかなと考えられます。では4時間足です。昨日はずっと下落してきたんですが、最終的には上昇して終えております。基本的に4時間足の GMMA は上向きでまだ上昇トレンド中なんですね。過去の動きを見てもわかるように GMMA の青帯に接触すると上昇しておりますので、今回も一緒です。昨日下落してきたんですが、結局 GMMA の青帯に接触したところでの上昇ですので、テクニカル通りに動いているのが現状の動きです。ただ反発上昇もちょっと弱いんですね。ですので本日もう一段下落してきて、このあたり198円ぐらいまで下落してくる可能性も考えておきたいので、そうすると現在地から1円以上下落することになりますので、この下落を狙うことも可能かもしれません。ただ先ほども言ったように現在は4時間足でサポートされるかもしれませんので、この辺での動きサポートされて上昇するのか、それとも昨日の下落に対する戻り売りが入ってくるのかを見ておきたいので、今4時間足としてはすごく難しいところにあります。ストキャスティクスは上昇中ですが、ちょっとこの上昇の仕方が弱いので、今 GMMA の青帯抜けきれていないですよね。ここ抜けられないと上昇方向には行きにくいので、抜けられないのであればここから下落していくと考えておきたいので、その辺を1時間足で見ておくといいと思います。では1時間足です。1時間足は現在は GMMA の青帯で上値を抑えられているところですね。今基本的に1時間足 GMMA 下向きですので下落トレンドを作っているんです。そう考えると本日は今ここからこういう下落が考えられるんですね。こういう下落ですね。ですのでこういう風な動き方をしてくるのか、それとも GMMA の青帯を上抜けて上昇していく、再び直近の高値を目指して上昇していくのかというところを見ておきたいです。ただここから上昇していく場合は GMMA の青帯を上抜けないといけませんので、まずはここ現在地付近から下落するのか、ここを上抜けるのかという、今はどちらとも言えないところにあるので、まずはその初動を待ちたいですね。上抜けてくればそこから上昇、上抜けられないのであればここから下落という、今はどちらにも動くところにありますので、その動き出しを見ておくのがいいと思います。基本的な考え方としては今下落トレンド中ですので戻り売りなんですが、 GMMA の青帯を上抜けてくれば今度は押し目買いでやっていけそうですので、その辺を見ておきたいんですが、例えば現在地付近から戻り売りを仕掛ける場合はいいんですが、じゃあ上昇目線で考えている方っていうのは、例えば昨日の安値でのダブルボトムとか、今言ったように GMMA の青帯を上抜けてから、そこまで待たないといけませんので、その辺はトレーディングビューでアラート機能をつけておくと分かりやすいと思います。アラート機能すごく使いやすいので、良ければ皆さん使っていただきたいんですが、例えば昨日の安値まで到達すればそこで通知が来るようにしておくとか、 GMMA の青帯を上抜ければ通知が来るようにするみたいにしておくと、エントリーのタイミングが分かりやすくなりますので、トレーディングビューのアラート機能無料で使えますので、良ければ使ってみてください。トレーディングビューまだ使われていない方は無料で登録できますので、概要欄に URL を貼っておきます。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円も158円というところが上値になってきてますね。そこで昨日大きめの陰線になってます。で、ここでも一度大きな陰線、5月の15日に出ているんですが、昨日も比較的大きめの陰線ですね。前日のローソク足よりも実体部分が大きくなってますので、基本的にポンド円と同じく上値は重くなってくるだろうと考えております。
現在、冷やしは GMMA の青帯は上向きで上昇トレンドなんですが、昨日の下落はここから冷やし単位の調整の下落の初動の可能性があります。もし冷やし単位で下落をしてくる場合は、白いトレンドライン、この辺りまでの下落が考えられますし、その手前ですと GMMA の青帯付近までの下落が考えられますので、まだ本日下落するようであれば、まだ結構下落余地はあると考えておきたいです。では4時間足です。冷やしの GMMA とかトレンドライン付近までっていうのがここなんですが、結構距離がありますので、もしそこまで下落するのであれば比較的大きな下落になってくるんですが、4時間足 GMMA はまだかろうじて上向きなんですね。で、現在はピンクのライン、直近の高値で今一旦下げ止まっている、そんな感じです。ここを下抜けてくると、このトレンドラインぐらいまで下落してくるかもしれませんので、そうなると155円付近までの下落が考えられますが、まずはこのピンクのラインで下げ止まるのかどうかっていうところを本日は見ておきたいですね。ここから再び上昇していけるのか、それともここを下抜けてくるのかという今分かれ道にありますので、まずはこのピンクのラインから上昇するのか、ピンクのラインを下抜けるのかっていうのを見ておくとトレードの方向が分かりやすいと思います。では1時間足です。4時間足は分かりにくいところにあったんですが、1時間足は基本的に今下落トレンドですよね。直近の上昇の押し安値も下抜けてきてますので、基本的には売り圧力がかかりやすい GMMA の青帯も下向きですので、基本は戻り売りで考えておくといいと思います。なのでこの辺の水平線を意識しておいて、上がったところから売っていくですね。直近ですと GMMA の青帯付近ですので、157円ぐらいが上値が重くなってくると思います。で、そこを突破してくると、次は 157.4 付近が上値が重くなってくるポイントですので、基本は今下落トレンド中、GMMA の青帯が下を向いている間は、その下落トレンドに乗っていくのがいいと思います。ストキャスティクスも今デッドクロスしてきておりますので、現在地付近から下落して、再び昨日の安値を目指すような動きをしてくれば、そこを下抜けると先ほど4時間足で言ったような大きな下落につながると思いますし、下抜けられないのであれば、昨日の安値でのダブルボトムからの上昇になっていくと考えておくと、トレードのポイント、そしてエントリーする方向が分かりやすくなりますので、その辺参考にしてみてください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録をお願いします。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。